太陽系最大の惑星、木星。地球を軽く飲み込む規模の大嵐。時速 500km を超えるジェット気流。人間をたやすく死に至らしめる磁場を持つ恐ろしくも美しい惑星です。ガリレオはそんな木星の内部に果敢に突入した唯一の探査機でした。今回はガリレオの見た木星の本当の姿を実写画像とともにお届けします。まずは木星の基本的なデータから見ていきます。木星の直径は地球のおよそ11倍。木星がバスケットボールと同じ大きさだとしたら、地球はピンポン玉よりも小さいことになります。もし内部が空洞だったら、木星の中には地球が1000個以上入ります。それに対して質量は地球の318倍しかありません。理由は木星がガス惑星だからです。実に 99% 以上が水素とヘリウムで構成されています。地球や火星のように硬い地面を持たない巨大なガスの塊です。その意味で言えば、木星は岩石惑星よりも太陽に近い存在ですが、木星が自ら光を放つことはありません。SF 映画の巨頭、2010年宇宙の旅では、異星人のモノリスが木星を恒星へと変えてしまいます。実際にそうならないのは質量が足りないからです。木星は年間で1ミリほど縮んでおり、重力を熱エネルギーに変換していると考えられています。ところが、太陽のような核融合を起こすには、数百万度の高温になることが必要です。それほどの高温に達するには、少なくとも現在の80倍の質量がいるので、木星は決して恒星にはなれないのです。地球が太陽系の第3惑星なのに対して、木星は第5惑星。あまり遠くないように感じるかもしれませんが、その平均距離は地球と火星の距離の約8倍もあります。新幹線だと239年、飛行機なら80年、高速でも約35分かかるほどの距離です。物理的な動作から木星探査を行うのは現実的ではありませんでした。1972年に打ち上げられたパイオニア10号は、太陽系を脱出する軌道に乗った最初の探査機でした。翌年には木星から約13万 km 離れた地点を通過し、木星の大気の写真を500枚ほど撮影しています。50年以上前なのでぼやけていますが、初めて至近距離から木星を撮影した記念すべき画像です。そのさらに翌年には、パイオニア11号が木星を訪れ、パイオニア10号より3倍も近い距離から木星を撮影しました。木星表面の渦巻き模様をはっきり捉えています。1979年にはボイジャー1号が木星の撮影を行い、これまで以上に鮮明な木星の姿を地球に届けました。かなり詳しい観測を行いましたが、いずれも木星の周回軌道に入ったわけではありません。木星をフライバイ、つまり木星の近くを通り過ぎただけです。さらに一歩踏み込んだ観測をするために、木星だけを専門的に調べる計画が始まりました。それがガリレオミッションです。しかし、ガリレオの打ち上げは様々な問題に見舞われて、なかなか進みませんでした。原因の一つが、宇宙開発史上最悪と言われた大事故です。1986年、チャレンジャー号を搭載したスペースシャトルが飛行開始から73秒後に爆発。搭乗していた乗組員7名が全員死亡し、アメリカに計り知れない絶望を植え付けました。これによってスペースシャトル計画は2年以上も中断され、準備が進んでいたガリレオの打ち上げも延期されることになります。また、ガリレオに使用された動力システムにも一部から批判が集まりました。ガリレオにはプルトニウムを利用した RTG と呼ばれる仕組みが採用されています。太陽から遠い木星では従来の太陽光発電の効果が薄いため、長期的に安定した電力を供給できる RTG が必要だったのです。過去に行われた火星探査機のバイキングに用いられただけでなく、現在活躍中の探査機にも使われています。ところが、打ち上げが失敗してプルトニウムが大気に拡散すると被爆のリスクがあるとして、環境保護団体が抗議しました。こういった懸念の背景には、チャレンジャー号の爆発事故があったことも大きいと思われます。NASA によると、
プルトニウムは頑丈に保護されており、もし事故が起きても健康被害のリスクは10万分の1以下とのことでした。この主張が裁判で認められ、ガリレオはついに打ち上げへとこぎつけます。しかし予期せぬ問題が生まれ、ミッションは当初の予定から大幅に方向性を変えることになりました。1989年10月18日、スペースシャトルに搭載されたガリレオが宇宙へと旅立ちました。飛行開始から6時間半後、地球周回軌道上でガリレオが展開されます。ガリレオの向かう先は木星ではなく金星です。なぜ木星とは真逆の位置にある金星に行くのでしょうか。そもそもの原因はチャレンジャー号の事故を受けてガリレオを搭載するスペースシャトルの安全基準が見直されたことです。本来は2年半をかけて地球から木星まで直行するはずでした。ところが安全面を考慮して当初使う予定のロケットを取りやめたことで、木星に直接向かうには推進力が足りなくなったのです。そこで科学者が提案したのがスイングバイでした。スイングバイとは天体の重力を利用して探査機の速さや進行方向を変える工法です。例えば探査機が惑星の後ろ側を通ると、惑星の重力に引かれて進路が前方向にねじ曲がり、速度も上がります。探査機の速度が増した分だけ惑星の公転速度は遅くなります。逆に惑星の前を横切るように通ると速さも遅くなります。惑星の運動エネルギーや位置エネルギーの一部を探査機の速さや方向転換のためのエネルギーに変換するのです。ガリレオの場合、木星に到達するために必要な速さを稼ぐためには、金星で1回、地球で2回のスイングバイを実行しなければいけません。一度木星から離れて金星を通り過ぎ、地球を2周してやっと木星に向かうという複雑で長い進路を取ることになったのです。これにより移動時間は2年半から6年に延長されました。一見すると逃れられない力である重力を逆に推進力に変えてしまうのがスイングバイです。重力を味方にするという発想は実は僕たちの身近にあります。重力に逆らう唯一無二のボールペン、ホバーペンインターステラー。まるで SF の世界から飛び出してきたかのような近未来的なデザイン。電気ではなく磁場によって無重力を再現するという斬新なコンセプト。その傾きは地球の自転軸とほぼ同じ 23.5 度に設計されています。台湾の文房具ブランドノビウムが手掛けたこのボールペンはタイム誌によってベストインベンション2022に選ばれました。今回はホバーペンインターステラーを特別にご提供いただいたんですけど、まずパッケージの高級感がすごいです。このままギフトとして送れるくらい立派な箱がついてます。自立させたボールペンは指で軽く弾いてバウンドさせたり回したりできます。磁力が強くてかなり安定感があるのでなかなか倒れません。大人の雰囲気で高級感があるのでペンとして使うのはもちろんですけど、デスクのインテリアとしてもかなり映えます。ペン本体はアルミニウムでできていてひんやりして重厚感があります。ただ普通のボールペンと比べてそこまで重いというわけでもなくて、実際に書いてみるとぐらつきもなくてスラスラ書けました。こういう商品はギミック重視で実用性は二の次っていうイメージがあったんですけど、グリップが持ちやすくて滑らかに使える感じです。今回ご提供いただいたインターステラには2つのハイエンドモデルがあります。ゴールドのリングが回転するたびに輝きを放つ 18K ゴールドエディション。約45億6000万年前に生まれたムオニオナルスタ隕石を埋め込んだメテオライトエディション。この隕石はおよそ100万年前にスウェーデン北部とフィンランドに落下し、1906年に発見されるまで氷河の中で眠っていました。あなたがこれまで触ったものの中で最も古い物体になると思います。宇宙好きにとってはロマンの塊のようなペンです。またインターステラー以外にも2つのシリーズを展開。60度の角度で回転し万年筆としても利用できるホバーペンフューチャー。重力に逆らって垂直に自立する世界初のボールペンホバーペンクラシック。デスクの雰囲気をワンランク上げたい、大切な人にプレゼントを贈りたい、そんな人におすすめです。11月21日から12月1日まで Amazon ブラックフライデーで 15% オフになります。興味のある方は概要欄のリンクからチェックしてみてください。
木星への旅がかなり長くなったこともあり、ガリレオはスイングバイの途中で見た光景を何枚もの画像に収めました。これは紫外線フィルターを通して見た金星の大気。約16,000km 離れた地点を通過した際、大気中に雷があることが確認されました。左側が1度目、右側が2度目のスイングバイで撮影された地球。約 960km の地点から撮影されたものです。これは初めて至近距離から小惑星の撮影に成功した画像。ガスプラを約 1,600km、アイダを約 2,400km 先から捉えたものです。アイダの右端に小さく写っている天体は、小惑星を周回する最初の衛星として知られています。1994年、21個の破片に分裂した彗星が木星に衝突しました。20年前から30年前に木星の重力につかまってその周りを回っていたシューメーカー・レビー第9彗星です。地球以外の惑星への衝突を直接観測したのは初めてのことでした。衝突地点は地球から見て反対側でしたが、自転するにつれて衝突地点が見えるようになります。木星から約2億3800万 km 離れた地点にいたガリレオは、彗星の衝突を数秒間隔で撮影することに成功。影になった領域に彗星が衝突し、衝撃で光を放っています。後になってハッブル宇宙望遠鏡が木星表面に茶色い斑点として残った衝突の痕跡をはっきり捉えました。これまで人類が見た中で最も派手な天体衝突イベントの一つです。彗星の衝突を見届けてから約1年後の1995年7月、ガリレオは内部に格納していた小型の探査機を展開します。その任務は木星に突入して大気を調べることでした。高架探査機は直径 127cm、高さ 91cm の小さい探査機です。ガリレオ本体と分離して木星内部にできるだけ深く潜り、大気を詳しく分析する役割を担います。木星は固体の地面を持たないガスの塊ですが、だからといって通り抜けることはできません。上空は薄いガスですが、中心部に潜るにつれて、その密度は急激に上がっていきます。途方もない圧力と温度が支配する地球の常識が通用しない極限の世界。大気が具体的にどうなっているのかはよく分かっていませんでした。1995年12月7日、高架探査機が木星の大気圏への突入を始めます。その速さは時速17万 km。これは一般的な弾丸の100倍以上であり、ロサンゼルスからニューヨークまで90秒で移動できるほどの距離です。ほどなくして探査機の前面は太陽表面の2倍に匹敵する摂氏約1万6000度に上昇。これほど恐ろしい環境の中を高架探査機は約 200km も降りていき、58分後に通信が途絶えました。地球表面の平均気圧の23倍に及ぶ気圧によって破壊されたと思われます。高架探査機が送ってきたデータは、木星大気の約5万 km に強い放射線帯があり、風速は毎秒640メートルであることを示していました。最大震度から時速 160km まで減速した際には、地球の350倍に達する重力を受けたそうです。特に木星の放射線帯の強さは科学者を驚かせました。木星の磁場は地球の16倍から54倍に匹敵し、電荷を持つ粒子が猛烈な勢いで加速されて広がっています。これによって発生する有害な放射線は、人間が即死するほどの強さで、探査機にとっても危険な存在です。放射線帯の範囲も桁違いで、太陽の方向に100万 km から300万 km、木星の背後には10億 km にわたって伸びています。これは土星の軌道に届くほどの距離です。強力な磁場は北極と南極に太陽系で最も派手なオーロラを生み出します。パイオニア10号が初めて発見し、ハッブル宇宙望遠鏡がその姿をはっきり捉えました。高架探査機を送り届けたガリレオは初めて木星の周回軌道に入ります。放射線はコンピューターにとって深刻なダメージになるため、
木星に接近しすぎないようスラスターで高度を慎重に調整しなければいけません。ガリレオが見た木星の全体像がこちら。木星の大気は異なる成分で構成された雲の層が重なってできています。内部から昇ってくる硫黄やリンを含むガスによって縞模様の鮮やかな色が生まれていると言われています。これはガリレオが撮影した2枚の木星表面の画像を合成したものです。オレンジ色の丸い模様は大赤斑。その正体は大気で渦巻く大嵐で、少なくとも300年以上前から観測されています。大赤斑の周囲では時速 400km、赤道付近では 500km 以上の暴風が吹いています。東西の方向に地球が2個入るという別次元の規模です。これは高度 180km の地点から近赤外線と紫外線フィルターを通して撮影された鮮やかな大赤斑。特徴がはっきりわかるように色彩やコントラストが強調されています。加工を外した実物に近い色はこのようになっています。その規模は年を追うごとにだんだん小さくなっており、数百年後には消えてしまうかもしれません。ガリレオはほとんど目立たない木星の輪も捉えました。これはガリレオが木星の影の中にいた時、225万 km 離れた地点から撮影された合成画像。背後から太陽光で照らされない限り見えないほど細い輪です。ガリレオは木星だけでなく、ガリレオ衛星と呼ばれる特に巨大な4つの衛星も観測しました。木星に近い順からイオ、エウロパ、ガニメデ、カリスト。イオの表面を見やすいように強調したこの画像では、ゴツゴツした険しい地形が広がっています。ガリレオの分析によると、火山の一部は地球よりも高温であり、地面の下から溶岩が湧き上がっていることが分かりました。実際の色に近いエウロパの画像。イオと比べると起伏が少ないものの、ひっかいた傷のような茶色い線が至る所に刻まれています。エウロパはひび割れた氷の層に覆われており、その下には最大で深さ 100km の海があると考えられています。色が強調されたガニメデの全体画像。太陽系で最大の衛星で、その直径は水星を上回っています。また衛星の中で唯一固有の磁場を持っており、未だに多くの謎が残っています。ガリレオ衛星で木星から最も離れているカリスト。表面を覆い尽くす無数のクレーターは、かつて大量の隕石の衝突にさらされていたことを物語っています。エウロパと同様に地下に海があることを示す証拠が発見されていますが、まだ詳しいことは分かっていません。ガリレオ衛星については現在までに多くの調査が進んでいるので、詳しくは別の動画でお話ししたいと思っています。ガリレオは合計3回の延長ミッションを通して、設計上限界とされていた放射線量の4倍以上の量に耐えました。打ち上げから14年目に入った頃には、カメラが放射線によって大きく損傷し、燃料もほとんど残っていませんでした。これ以上の観測は困難と判断した NASA は、ガリレオを木星に突入させることでミッションを終了することを決定します。その理由は、海を持つエウロパに生命が存在する可能性が高まったからです。制御不能に陥ったガリレオを宇宙空間に放置しておくと、エウロパに墜落して環境を汚染してしまう可能性があります。今後の生命探査を考えると、役目を終えたガリレオを宇宙ゴミとして漂流させるわけにはいきませんでした。2003年9月21日、ガリレオは最後の力を振り絞ってエンジンを噴射。木星大気への突入を始めます。ハッブルが捉えたこの画像では、ガリレオが突入すると予想されていた場所が矢印で示されています。突入時の速さは秒速 48.2km。機体が灼熱と高温で崩壊する最後の瞬間まで、ガリレオはデータを地球に送り続けました。ガリレオの活躍によって木星の研究は飛躍的に進みました。そして現在、ガリレオの後を継いだもう一つの探査機にも緩やかに死が迫っています。
2011年8月、木星の起源と進化を解明するという任務を背負って新たな探査機ジュノーが旅立ちました。5年をかけて木星にたどり着いたジュノーが届けてきたのは、息を飲む木星の神秘的な姿。木星の内部構造、大気、磁場についての新発見のほか、カリストを除くガリレオ衛星も訪れました。当初の予定では延長ミッションは2025年9月まで。それを終えたジュノーは限界を迎えるまで観測を続け、そう遠くない未来に木星と一つになります。ジュノーが見た木星の大迫力の画像は別の動画で詳しく解説するので、気になる方はチャンネル登録をしてお待ちください。それではまた別の動画でお会いしましょう。